BNR34 型の、スカイライン GTR となります。S チューンコンセプトエンジンスペック1大森ファクトリー F スポーツってなりますね。いくらだと思いますか？本当衝撃です。衝撃でしょ？はい。ヨッシー君こんにちは。こんにちは。今日は10月の11日ですね。時間は3時23分。気温は23度ぐらいですか？結構暑いですね。まあまあ暑いです。はい。この動画を撮る前に、RB のいろいろ、RB の中のマフラーのいろいろ、そんな動画を撮らさせていただいて、はい、でその後にもう一動画、はい、この車の紹介を、させてもらえればと思います。1個前の動画、1個前の動画に関して途中しまして、はい、多少ちょっとね前振りはさせてもらってますけれども、とても特別な 34GTR でしたね。何が特別なんですか？ニスモでチューニングされてるすごい車車何ですかこれ？そうですね、ニスモで、チューニングされてる 34GTR が入ってきました。はい、どんなチューニングかっていうと、エンジンルームを見る前に決してそのニスモのアルミホイルが入ってるからすごいわけではなく、はい、エアロがついてるからすごいわけではなく、なんといってもここですね。S チューンコンセプトエンジンスペック1大森ファクトリーって書いてありますね。はい、はい、俗に S1 エンジンってやつですね。で、はい、S1 エンジンの中でも、コンプリートキットとパーツコンバージョンキットと、いろんな仕様が当時3種類ぐらいあったのかな、はい、っていう感じなんですけれども、その中でも F スポーツ仕様という内容になってまして、はい、詳細はちょっとこの後ご説明させてもらえればと思います。で、この車販売する予定の車です。一応商品車なんですね。商品車、はい、なんですが、はい、多分ね買わないと思う。誰も買わない高いもん。正直値段があんまり分かんなくて、はい、後でちょっと内容を話すんですけど、はい、僕から見てもいやそんなお金出して買う人いるかなみたいな、でも仕入れ値はいやそんな相場なのっていう値段になったんで、はい、その値段で買ってはいるのでなかなかね難しい。じゃああんたどこに出すの、どうやって売るのっていう話なんですけれども、はい、そうすると、結果的には業者オークションになっちゃうかなっていう感じ、はい、結局買う人いなくて、あれやこれや持っててもお金もだいぶね金額高い車ですから、はい、ってなるとオークション行きなのかなとか思いながら、はい、でもねせっかく入ってきたのでお披露目する前にそのまま業者オークションに出すのはちょっともったいないので、はい、もし誰か買う人がいればと思って一旦動画撮らさせてもらうと、一応そんな感じの内容でございます。 OK ですか？はい、じゃあやっていきましょう。本日よろしくお願いします。お願いします。やっていきましょう。はい、はい、今日改めまして紹介させてもらうのは、スカイライン GTR ですね。はい、でしかも、一番人気の、BNR34 型の、スカイライン GTR となります。グレードはですね、V スペックとか、ノーマルとかありますけど、はい、グレードは標準のグレードになります。V スペックじゃない、タイプで、年式がですね1999年式1月登録の車、はい、ということは何年経ってますか？25年経っちゃったんですよ。経ってますね。はい、っていうところがありますと。要は輸出にもう今すぐにでもアメリカに持っていけるような車になってしまっているという感じでして、走行距離がね、9万7000キロですねの実走行車なんで、内容としては、程度としてはかなりいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あと一応ここ周り見てもらうとフロントバンパーはノーマルで、V スペックのフロントディフューザーとか、あとニスモのサイドスカート、リアスカートとかがついてたり、ホイールもニスモの LMGT4 がついてたりとかっていう形で、ちょっとかっこよくなっていて、で外装は34GTR の中だと一番人気になるかな、ベイサイドブルー、はい、ニュールのミレニアムジェイトとかありますけれども、シリカブレスとかね、それもありますけれども、とはいえね黄色も赤もあって、それは超希少で。そんな車が出てきたらめちゃめちゃ値段高いんですけれども、はい、っていう感じです。白シルバーよりかは黒よりかはベイサイドブルーのが人気があるかなという感じでございます。じゃあですね、エンジンはちょっと最後に取っておいて、はい、外装からさらっと見ていくんですが、はい、言ってもそんなになんていうのビカビカでもないです。でまだそんなに綺麗にもしてないんであれなんだけど、はい、結構ねこういうところこれ多分影作んないと分かんないかな。塗装がこうさわかる？ちょっとひび割れてるの、クリアの割れね。ありますね。そうこういうのやってあげたりなきゃいけなかったりとか、このエアロもここ気泡入ってたりとかさ、
はい、あんまり仕上がり良くないんですよ。ね。ってところがあったりとか、まあルーフとかまあリアスポなんかもそうかな、まあちょっと動画じゃ映りづらいかもしれないですけど、ちょっと色あせが出てたりとかするんですよね。わかります？もうちょっとクリアが飛びかかっちゃってる。そうですね。まあ目視で見たらわかりますけども、だいぶっていう感じだったりとか、っていう感じなんですよ。だからこれもね、バンパーの色とフェンダーの色違いますからね。違いますね。っていう感じだったりですね。まあここら辺なんか磨けば全然綺麗になるかなと思うんですけどね。そう。まあちょこちょこと傷というか色あせ、経年劣化的なところが、まあ外装からはちょっと伺えるんじゃないかなと思っていて、いつも何度も言うようなバリ物ですみたいな感じではないというのを先お伝えしてみましょうと。でじゃあ次内装いきましょう。なんて言ったってエンジンがすごいので、どんどんいきます。じゃあ中身はこんな感じですね。エンジンかけた方がいいか。そうですね。で走行距離は9万7000キロ。いつもと違ってね、まだこれ入ってきたばっかりなんで、でクリーニングもまだかけてないのでちょっと汚れてますけれども、そこは勘弁してねっていうところで、前期型になるのでシートがですね、こういうグレーのシートだったりとかですね、後期になるとこれが黒になるんですね。とかここのスイッチとかもちょっと違いますね。ちょっと違うんですよね。まあ標準グレードなんでマルチファンクションでこう映し出されるメーターはここまでという感じですね。グレードで違ったりニスモの拡張とか使ってるとまたちょっと違うんですけれども、まあ、こんな感じとか、シフトもちょっとだいぶ擦れちゃってるんですけどこんな感じだったりとかしてます。まあパッと見やっぱりそれなりにちょっとやれてるかなみたいな感じ。そんな感じ。まあそんな感じですよね。まあただ別にシートそんな破れとかもないから、まあ綺麗にしてあげてシフトノブなんかはね変えればいいからさ、そうやってあげればまだ全然使えるんじゃないかなと思いますけれども、まあ何度も言うように、まあ超極上品ですっていう感じではないかなというイメージです。OK ですね。じゃあですね、さっき言ったようにすごい高いんですよ。値段は高いんですけど、なんでそんなに高いかというのは、一番初めに申しましたようにニスモのチューニングがされているからという感じでして、じゃあエンジンルームいきますよ。こんな感じになっております。F スポーツって書いてありますね。レクサスもね F スポーツってよく言うよね。ありますね。そう。ニスモも F スポーツって使うんですよね。それとは関係ないですよね。それとは関係ない。そうで、ちゃんとニスモの大森ファクトリーで、製作したので、こういうところにシリアルナンバーのこうプレートが入ってたりとかですね、番号打ち込んであったり、こちらもそうですね。2005年の3月ですかね、やってあるという感じでございます。F スポーツのことがね FS っていう感じになってます。で何にせこの車はまあここがすごくって、じゃあちょっと今書類をお持ちしますね。まあ当時その S1 エンジン、さっき言ったようにパーツコンバージョンって言って、そのパーツコンバージョンキットと、まあフルでクランクシャフトから全部変えるやつとっていうのがあるんですけれども、これはですね、F スポーツ仕様という仕様になっていて、ざっくりね写真もうこのまんま写してもらっちゃって大丈夫なんですけど、こんな感じ。わかります？映ってますね。映ってますね。そう。まずですね、変わってる部分がこのタービン。そう、タービンに関しては、R34 のスタンダードタービンを、もう一回そのままリプレイスされていると。新品のタービン組んで、で、エグゾーストアウトレットも大型タイプに変えてあるっていうのが一つ。で、カムシャフトに関しては、これはね、ニスモ専用のカムシャフトなんですよね。で、これが入ってますと。で、さっきの動画のように説明したように、耐久力を上げるために、ヘッドガスケット、これメタル製の 0.9 ミリのもの、ニスモ製品ですね。で、これに変えてあると。で、エンジンコントロールユニットというのは、コンピューターですね。まあ、これはニスモの方で、純正コンピューターの書き換えですかね、をやってあるという感じになっております。で、まあ、エアクリーナーは純正置き換えタイプのエアクリーナーニスモで、プラグはレーシングタイプなんだけど7番を使ってるんで、まあ、そんなに8番カリッカリとかっていうわけではないのかなっていう、まあ、そういう性格の車ですと。で、ここからがすごくって、シリンダーブロック、ピストンのシリンダーブロックね、これが N1 仕様の1ミリオーバーサイズの、24U のシリンダーブロックを使ってるんですよ。RB26 って 05U っていうのと 24U っていう呼び方をシリンダーブロックするんだけどさ、簡単に言うとそのシリンダーブロックの、まあ、耐久力が標準のものが 05U
で強いやつが 24U ってやつなのね、でその 24U の方を使っているので、シリンダーブロックの耐久性は、05U と比べるとかなり高いという感じです。逆に言うと 05U の方で結構仮走行な車とか、実は俺の 32GTR もそうだったって話なんですけれども、実はね結構ひび入ってクラックしちゃうんですよ。割れちゃったりとかするんですよ。だからそうすると、シリンダーに傷が入ってたのもそうなんだけど、こういうねこの水とオイルのラインがこういろんなところにあるのね、そこがこう割れてクラックでつながっちゃったりとかすると、水とオイルが混じっちゃったりとか、するトラブルがあったりとかするんですけれども、05に比べて 24U の方は耐久性が高く、やっぱチューニングする人は、そっちがベースという感じになってます。ただですね、この 24U のシリンダーブロック今買えないんですよ。正確に 05U ももう売ってないんだけどさ、買えないんです。定価が05が確か17、8万ぐらいで 24U が45万ぐらいかな。全然違うでしょ。3倍4倍ぐらい違うんだけど、でそれ再販されたんだけど今受注停止になってって、で買いたくても買えなくて、多分ね今 05U 中古は出てこないから、でも新品のその未使用品とか出てきたら多分普通に100万以上はすると思います。もう買えない前提ってことですか？買えない前提だね。また作ってくれるとは思うんだけどね、で多分作ってんだよ。作ってんだけど、ニスモの R4 とかさ、S2 エンジンとかさ、今要はニスモで施工してるように多分優先的に回されちゃってると思うんだ、ブロック。そうだから普通にブロックだけ買ってどっかのショップで作るっていうのが多分なかなかできないんじゃないかなと、そこまで回ってこないんじゃないかなっていうのが今の現状ですかね。でそんな希少な 24U のしかもエンジンの本体の部分に関わってくるパーツはもうこの車はついてるというのですごい偉いんですよ、この車。でその上で、ピストンとかも1ミリオーバーサイズのピストンにしてたり、ピストンリングでしょ、コンロッドベアリングかもう N1 仕様に変わってると。インテークコレクターはこれですね、普通のやつ、クラッチはカッパーミックスのシングルのタイプですね、使ってたりとかっていう感じになってます。でこの車は400馬力でトルクが45キロで、ブースト1キロで、設定してあるという感じで、最大許容回転数レブリミット8000、推奨は7600らしいですっていう感じの車でした。でさっき9万何千キロって言ったよね、このチューンアップ時の走行距離が4万6600キロぐらいなんで、施工してからだいたい5万キロぐらいかな、走ってるとしたら、それを市価というか何というかちょっと別ですけど分かんないですけど、だからこの車はとにかくこれのエンジンが素晴らしく、でチューニング自体はね、いろんなショップさんでやってらっしゃると思うんですけれども、さっき言ったようにそもそもこの 24U のブロックが手に入らないので、それがここに積まさってるっていうのはすごく価値がある1台なんじゃないかなと思ってます。そんな感じでございました。であとは、インテークパイプとかこういうねエアのダクトとか、こういうのもちょこちょこっと変わってるという感じでございます。これがすごいところなんですよ。でそうだね、状態を見ると外装はねそこそこやれているものの、意外とねここの錆ないんですよ、この車。そうですね。そう綺麗でしょ。そうでこれちなみに前期型なので、ボディカラーとこのインパネの色が違うんですね。これだと中黒でしょ。別にこれ中黒に塗ってるわけじゃない。もともとの仕様。そう、もともとの仕様がこうなってますという感じでございます。であとは足回りはですね、アラゴスタの車庫帳にニスモの LMGT4、でこれ今のタイプだとマットブラックしか売ってなくて、ここのロゴもマシンで彫ってあるタイプのロゴなんですけど、これは当時のやつなのでこう艶があるテカリの LMGT4 にこれはステッカーのタイプという感じになってますね。でアラゴスタの車庫帳が入って、でブレーキキャリパーは純正なんだけれどもローターはちょっと大きくしてあると、そういう感じの中身になってます。後ろもね確かローターよりアップしてるんでね、これ V36 のローター多分使ってんじゃないかな。 V36 スカイラインかな、という感じでございます。じゃあ今度はトランクルーム行きましょうかね。この車別にトランク見たところでなんですけど、これ説明しなきゃいけないのは、ちょっとね後ろがですね、多分これ事故にはならないと思うんだけど、事故ってその修復歴扱いにはならないと思うんだけど、ここを見てもらうと、よいしょ、こっち側はいつも言ってるね、トランクフロア、ここ手入ったらダメですよと言ってますと、こっち側はリアパネル、こっちは手入っててもギリギリ大丈夫ですよと、ちょっと黒く塗ってあるでしょ。そうですね。そうこれね後ろ一回ぶっついてるんですよ。そうでこのリアパネルは交換かな、修正かな、リアパネル板金って感じかな、なんで修復歴ではないですが、言うても後ろ1回ぶつかってる形跡はあるよねと、そんな車でございます。OK ですか。なんでもしちょっと買う方いらっしゃったら、全く綺麗じゃんと思ったら後ろそういう履歴があったのかって言われちゃうと困っちゃうので、一応お伝えしておきますという感じで
ございますかね。トランクは変えてなさそうかな。モーターもそうだね、スポット純正かな。だから後ろのバンパー軽くやっちゃったのかなみたいな、そんな感じかなというイメージでございました。はい、はい、であとは下回りですね。下回りはどうでしょう。まあそれなりに錆びてますね。吉井君でも分かりますよね。ちょっと見えますね。ちょっと見えちゃうよね。錆びっぽいのは残念ながら、はい、そうだよね。はい、はい、OK ですね。はい、そうだからね、結構難しいんだよねこの車。これめちゃくちゃ程度がない外装もとてつもなく良くて、はい、下回りも錆びもなくて、はい、でこのエンジンが積んであるっていうと、はい、まあ言い方変ですけど結構強気でドーンと値段をさお伝えできるんですけれども、はい、まあ初めから言うようにそんなにね程度がめちゃめちゃバリモンですとお伝えしてるわけではない。でもエンジンはすごいのが入ってると。なんで値段がめちゃ高いんです。だから僕のその外装とか内装のテンションと値段が全然合ってないから、はい、結構難しいんじゃないかなというふうに思ってます。じゃああとは、最後マフラーサウンドいってみましょうか。はいはい、マフラーサウンドはね、まあさっきやったけどやりましたね。でもこれ単体ではちょっとやってないからやりましょう。ちょっと前ずらすね。はい、いきますよ。はい、どうですか。でちょっとこうパラ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 っていうね、なってますね。アイドリングの音がチューニングカーっぽくていいですよね。でこのニスモのカムが入ってるからまあこんな感じ、排圧も高くてバラ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 してるんだけれども、はい、このカムはねニスモで僕頼もうと思ったら単品じゃ打てないんですよね。やっぱエンジン組んだ人じゃないと買えないらしいです。はい、っていう感じなんでだいぶ貴重なパーツが組み込まれてるという感じです。でやっぱね純正書き換えのコンピューターだからっていうのもあると思うんだけれども、はい、まあかかりもいいし、はい、かぶりもしないし、まあ下から普通に街乗りで乗れるんで、はい、癖がなくて乗りやすいですね。さすがやっぱニスモが作る車っていうエンジンっていうそんなイメージでした。 OK ですか。はい、はい、じゃあちょっと戻しますね。はい、と一応こんな感じですかね。はい、まあ取扱説明書とか記録簿とかもそうだし、はい、まあさっき言ったこのエンジン使用書でちゃんとこれ今個人情報とかあるから一応車体番号消してありますけれども、はい、まあこれもちゃんとあって、はい、でこのニスモの施工の保証書、はい、まあこれもちゃんと残ってるという感じです。はい、これもねちょっとここは見せちゃダメかな。まあでこんな感じかなとかね。はい、はい、なったりとかしてます。であとはこの車の鳴らし運転はこうですよとか最大回転数はこうですよとか、まあこういうふうに一応全部書いてあるという感じでございます。ニスモ大森ファクトリーって書いてありますね。はい、はい、そんな感じの車でございました。はい、じゃあ吉井君一応そんな感じで、はい、今日紹介させてもらったのは平成11年式1999年の BNR34 スカイライン GTR、はい、グレードは標準グレードですね。色はベイサイドブルーで走行距離が9万8000キロぐらいですか。はい、でなんとびっくり S1 エンジン F スポーツ仕様を搭載されているとっていうとても希少なお車でございます。一応売る予定です。一応、はい、でもホームページ上げようかな撮ろうかなどうしようかなちょっと悩んでるぐらい。多分買う人いないんじゃないかなと思ってるそんな感じの1台でございます。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ吉井君質問ですが、まあ値段だよね。いや値段はめちゃめちゃ気になります。はい、いくらだと思いますかいや高いっていうことはつまり1000万を超えちゃうっていう。1000万を超えちゃいますよ。1100万1100万もうちょっと欲しいです。1200まだまだ全然足んないです。まだまだですか。1500万1500まだ足んないです。買い取りにも満たしてないです。買い取り金額にも満たしてないです。2000万はいかないですか。ああいいとこですね。2000万を多分超えると思うかなそれは本当衝撃です。衝撃でしょ。はい、いや俺も衝撃だもんそ
そうなんですよ。多分ねみんな衝撃だと思う結局じゃあ何の値段見てるのっていうと、まあもちろん仕入れ値もありますし、はい、相場も見てるし、オークション相場も見てますし、はい、市場のねカーセンサーとかの相場もそうだし、はい、オークションの相場を見てますけれども、はい、まあやっぱり僕らはその業者オークションが全て軸になるので、これはどの車屋さんもそうですね、買取価格もそうだしっていうのはそうなんだけど、この間やっぱ S1 エンジン積んでるやつあるんですよ。出てたんですよ。はい、やっぱねベイサイドブルーじゃなくても、エアローがついてなくてもですよ、はい、もう優に2000万超えてたんですよ、落札価格。そうなんですね。そうで R2 エンジン、これは S1 エンジンですよね、はい、S1 エンジンの F スポーツっていう、まあ、腰上だけボアップして、チューニングしてあるってやつですけれども、はい、R2 エンジンを搭載した車が出てたんですよ、やっぱベイサイドブルーで。でそれは R2 だから、腰下までやってあって、タービンも確か当時のタービンだと何なんだろう、 R3 タービンとか入ってるのかな、はい、まあ、いずれにしてもタービンまでやってあってチューニングして、こいつよりももうちょっとワンランク上のエンジンが積んであった車があるんですけれども、はい、それとかだと、普通に3000万超えてますからね、値段が。やばいですね。やばいでしょ、やばいよっていう感じなので、じゃあこれを売るってなると、多分お話的には2000万円から商談受け付けますみたいな話になるんですけれども、はい、おお何言ってんだよ、お前それであんまりなんか外装程度良くないって言いながら値段はそんな高いのかって言われるじゃないですか。そうですね、言われるじゃないですか。だからそれ言われたくないから、はい、まあやっぱり業者オークション行きなのかなとは思ってます。そんな感じなんですよ。だからそれでもいいよ、まあ、希少だから、まあ、その価値俺分かるから2000万以上出して買いますよっていう人がいればお知らせいただければ販売できるかなと思いますけれども、ちょっと高額車両なので誰から来てもすぐ見れるところには車はないので、はい、そこだけご注意いただいてっていう感じですね。だいたいお店に来てもセキュリティもありますんで、半分以上は見れないから来ても、まあ、3日4日前にご予約いただいてみたいな感じにはなりますから、はい、まあ置き場もね自宅も含めて別の場所にももう2つありますので、まあそんな感じでございます。はい、OK ですか？はい、はい、誰が買うんだろう。GTR のお客さん、はい、まあ、結構お金持ちの方多い。そうだね。まあでもね、やっぱ25年経ってる車はもう全部アメリカ行ってるんだろうね、はい、値段的に見ても。まあ、カナダ、オーストラリア、ね、ヨーロッパあるかもしれないし、中東もあるかもしれないですけど、はい、まあ基本的には多分もう 34GTR は25年経ったタイミングでアメリカ行き、もしくは23年落ちとか24年落ちとかで買って、はい、で1年ぐらい日本に置いてチューニングして、で25年経ったら持ってくみたいな、まあこういうのが一般的な流れにはなってるんじゃないかなと思います。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあ一応今日はそんなところで、もし欲しい人がいたら言ってもらえればと思います。あまり誹謗中傷はやめてほしい。心が弱いから優しくしてほしい、そんな一台でございました。 OK ですね。はい、はいはい、で、次はこっちですね。これはね来週撮ろう。今日もうちょっと時間なさそうだから、はい、R33GTR、 これお客様からいただいた、買い取りでいただいたこちらもお車でして、なんとエンジン3年前にフルオーバーホール済み、なんて言ったって450万かけてオーバーホールしましたので、ミッションとかも新品の世界でありますので、足回りとかも全部リフレッシュしてあるっていう、これ結構ね僕的にはおすすめな一台なので、こっちのはまだ現実的な価格ですから。あ、そうなんですね。現実的な価格ですから待っててもらえればと思います。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。平成7年式スカイライン GTR BCNR33 ですね。エンジンは、フルオーバーホール済みで、ミッション新品の世界済み、アンダースポイラーですね。これ結構注目なポイント。この色なんだか分かりますか？ゴールド。